皆さんこんにちは、鶴岡あかねです。今回の動画は後編です。前の動画の続きから説明していきます。よろしくお願いします。それでは早速始めます。今回は左側の顔の横の髪の影から塗っていきます。まず見やすいように下地の色を変更しました。青色で1影を塗っております。鉛筆ツールで塗って消しゴムブラシを使って削っております。ぼかしツールを使ってぼかしたい場所をぼかしています。塗り終えたのでシフトキーを押しながら先ほど塗った1影のレイヤーを選択し、塗った範囲を選択範囲にしました。今から2影を塗っていきます。先ほどシフトキーを押して選んだレイヤーの範囲が選択範囲になっているので1影からはみ出すことなく塗ることができます。同じように鉛筆ツールで塗って消しゴムやぼかしツールでぼかしております。2影が塗り終えました。色を青色から変更しております。この色は後で変更するので一旦置いています。こちらもグラデーションが欲しいので下地のレイヤーの上に発光レイヤーを重ねてグラデーションを作っています。本当は下から光が当たることはないと思うのですが、絵の雰囲気に合わせて塗っております。1影と2影の色を変更しております。画面左上のカラーパレット1、2から色をとっております。色を変更するときは不透明度保護の欄にチェックを入れて色を変更しております。レイヤーの不透明度のバランスを変えて色合いを調節しております。それでは後ろの髪の毛を塗っていきたいと思います。ちょっと塗りやすいように体のレイヤーを消しましたが、ゆっくりしていってねみたいですね。あとボーカロイドでタコルカって言いましたよね。こちらも見やすいように赤色で影を塗っております。これは薄めた消しゴムツールを使って下から削っております。ブラシ濃度を薄くした消しゴムツールで下から削っております。
影を塗り終えたので2影を描いていきます。色が見やすいように青色で塗っています。この色も後から変更します。1影と2影の色を変更しております。後ろの影が塗り終えました。動画で撮れていないのですが、下から少し発光レイヤーで光を入れております。ではハイライトを塗っていきます。はじめにおおよそこの辺りに描くという当たりを描いておきます。これは下書きのような感じです。それでは鉛筆ツールでハイライトを描いていきます。稲妻のような形を複数描いていきます。これも青色で塗っておりますが、後から白色もしくは黄色などに変更します。髪の毛の流れに沿って塗っております。普段のアニメ塗りだったらこの形のまま終わっていますが、今回はちょっと水彩っぽいというかギャルゲ塗りに近い感じなので、もう少し描き込んでいきます。色を白色にして発光レイヤーに変更しました。ぼかしツールを使ってぼかしております。端っこの方だけぼかすようにしています。それではどんどんぼかしていきます。本当は筆のペンを使いこなせたらいいと思うのですが、私が筆のペンをうまく使いこなせられないのでこのように描いてます。ブラシ濃度を薄めた消しゴムブラシで先ほどぼかした端の部分を削っております。というわけで朝比奈みくるちゃんの髪の毛の色塗りが完成しました。先ほどかけていなかったリボンや靴や小物なども書き足して完成しております。ここまで見てくださってありがとうございました。何かご質問などありましたら YouTube の